スプレーボトル何のためにあるんですかっていう質問がやっぱり結構多く未だにお問い合わせいただきます。最近ただ論文も出たんですよ。実は水をかけるスプレーするってとこなんですけど、結論から言うとスプレーボトルを使ってコーヒー豆をひく時の静電気を軽減しましょう。バリアの BS3 グラインダーをご愛用いただいている方すごく多いと思うんですけれども、このスプレーボトルついてきてますよね。何に使うのかっていうのがご存知の方も非常に多いと思うんですけど、未だにやっぱりスプレーボトル何のためにあるんですかっていう質問がやっぱり結構多く未だにお問い合わせいただきます。なので改めてこのスプレーボトルの使い方っていうのをご紹介させていただきたいというふうに思っています。結論から言うと、静電気の軽減、コーヒー豆にこのスプレーボトル水を入れていただいて、水はもう何でもいいんですけども、本当にもう水道水でもいいんですけど入れていただいてスプレーをシュッとしますと、グラインダーを引く前にこのコーヒー豆に水をスプレーすることによって静電気が軽減されて、どうしても静電気によって、コーヒー豆がバーって飛び散ったりとかする経験あられる方いらっしゃると思うんですけど、それが軽減がされるっていうのが一番大きな利点です。でこれは RDT っていう呼び方もよくネットとかで見る方も多いかもしれないです。ロスドロプレットテクニックっていう略で RDT っていうふうに言われていて、インターネットフォーラムでそのロスさんっていう方が2005年これやったら静電気軽減されるよっていうのを提唱されたから、そこからもうどんどん業界内に広まっていった。もう20年近く前からこのやり方メソッドっていうのが業界に精通しているっていうような背景です。で最近ただ論文も出たんですよ。実は実際静電気軽減されてるよねってとこだったんですけど、科学的にこれも証明されてますと。オレゴン州の大学でいろいろなコーヒーの論文を書かれている方がいらっしゃるんですけれども、実際コーヒー豆にスプレーすることによって静電気が軽減されるっていう結論を出されているので、科学的にも証明されたので、安心だよねっていうので改めて注目されているRDT っていうメソッドです。2つ作用があって、豆をひいた時に2つ別々の静電気が起こるんですよね。1つは引かれた時のこの摩擦ですよね。でもう1つが実際砕かれた時に発生する静電気っていう論文の中ではその2つあるっていうふうに言われていて、それが両方とも事前に水をかけることによってプラスとマイナスの電気が水によって中和されることによって静電気が軽減されるっていうふうに科学的に根拠付けられて、そういったような発表がされましたと。で改めて論文の中でもその他いろいろな作用、いい作用っていうのが実際水をかけることによって働くっていうふうにも分かっていて、グラインダーの中の実際引いた時に熱がこもっちゃうんですけれども、水をかけることによって熱の上昇を下げてくれるっていう作用がありますと。実際経験のところで分かるんですけど、ロスが少なくなる。なのでその中で静電気が起こることによって中にくっついてしまうことによって、例えば 13g 入れたとしても、微妙な差なんですけど、12.9グラムしか出てこなかった中に 0.1 グラム残ってしまったっていう、それを防ぐためにグラインダーの業者さんいろいろ頑張って研究開始されてるんですけども、でもやっぱそのロスっていうのも少なくなりますよっていうところ作用があります。で粒度の分布もより均一になるっていう風な研究結果されてるんですね。なので均一になることによって抽出っていうのも安定して出せるっていうところも書かれてます。で抽出のところに関してが多分一番大きな発見で、それは今コーヒー業界の一番の権威であるジェームズ・ホフマンさんであったりとか、いろいろ海外のフォーラムとかでもめちゃめちゃな論争が起こってるんですけれども、結局抽出効率が上がるっていう風な研究結果になってるんですよ。特にエスプレッソの場合です。事前に水をかけたことによってエスプレッソの抽出効率が上がったっていう研究結果が出てて、実際ジェームズさんもいろいろ検証してたんですけど、まだ深くてそれは再現性が取れてないんですけど、論文上は結局その静電気が起こることによっていろいろ電気の塊ができてしまうと、その塊が不均一に抽出されるっていう作用になってしまっているっていう結論なんですよね。で再度繰り返しなんですけど、それは僕たちも再現ができてなくて実際いろいろ検証していきたいと思うんですけれども、早い話、水をかけることによって損はないと。で僕たちも実際ワークフローの中でこれを使っているので、ぜひせっかくスプレーボトルもありますし使っていただきたいというふうに思ってます。で水をかける、スプレーするってとこなんですけど、実際こういったような形で僕たちクラスではこういったフォークであったりとかスプーンにこれ水入ってるんですけれども、もう置いといてつけといて、スプレーをせずにコーヒー豆をちょっとかき混ぜたりとかっていうワークフローを取っています。僕たち実際検証したんですけど、あまりどっちがいいかっていうその差はなかったです。
なのでスプレーをしてスプーンでかき混ぜたり振ったりするのでもいいですし、こういう水につけた状態だったりとか、ちょっと水道に水をスプーンで通していただいてかき混ぜるとかでも大丈夫です。そこの差はほぼほぼないのでご安心ください。これで実際見ていただいて、コーヒー豆に水をつけたものの方が静電気軽減されていることが、一目瞭然で分かったと思うんですけれども、最後に注意点をいくつか紹介させていただきます。コーヒー豆測るときに BS についているものも使っていただけますし、使っている方多いと思います。で、あえて違うもので今回やってるんですけれども、それには理由があって、この同心カップにスプレーしたりその水をつけた場合、どうしてもちょっと水が中に付着してしまいますと。なので引いた粉がちょっとやっぱり水にくっついてしまうケースがあります。ワンスプレーでしてかき混ぜたくらいであれば、大丈夫な場合もあるんですけども、意外と結構くっついちゃって困っちゃう時あります。なので、僕たちの場合はこういった違う同心カップだったりとか違う、何でもいいんですけどカップに入れて、スプレーしてかき混ぜたりとかして、でそこから乾いた状態でひいた豆っていうのを入れるようにはしています。2つ目の注意点は、RDT いろんな動画とかウェブサイトとか見ても、これ自己責任ですよと言っていらっしゃる方が多いです。で実際そうなんですよね。じゃあ水を少量でも入れることによってグラインダー大丈夫なんかいと思われる方もたくさんいらっしゃると思います。ただ、バリアさんもこのわざわざスプレーボトル入れてるぐらいなので、バリアさん的には大丈夫ですよと。で先ほどの論文にもこれは触れられていて、彼ら的にもやっぱりこれぐらいの少量であれば問題ないですよと。ただもちろんこれは彼らのその研究の中で使ってる中で、僕たちも日頃のワークフローの中で僕たち自身も問題ないっていうふうになっているけれども、じゃあ本当に中長期的に、何年間にかけての検証っていうのはさすがにできていないので、そこは正直ちょっと自己責任のところにはなってしまいます。なので例えばフェローさんとかに関しては、そこはやってはダメってわけではないけど、それは自己責任ですよと、メーカーとしてはあんまり推奨してないですっていうふうには言ったりとか、メーカーによってちょっと違ったりとかするんですね。フェローのオードグラインダーとか、それが次の注意点なんですけども、どうしても豆を少し濡らしたことによってホッパーの中でちょっとくっついて落ちにくい場合があるんですね。それも一つの注意点として覚えていただきたいというふうに思っています。で最後なんですけど、アイオナイザー最近よく出てますよね。アイオナイザーっていうのは静電気軽減のためにマイナスのイオンをバーって振りかけることによって、さっきのプラスとマイナスを出るものを中和して、それで静電気を軽減するっていう作用を作る装置なんですよね。なので例えばそれこそフェローのオードグラインダーもジェン2もアイオナイザーついてます。アカイアさん単独のアイオナイザー出してます。で、静電気軽減のものがあるからええやんっていう見方もあるんですけれども、ただグラインダーのこの中、実際この中で静電気が発生してるんですよね。なのでアイオナイザーはその中の出た後の静電気軽減でしか正直ないので、微妙なんですけれども、中で発生している静電気のせいでくっついてしまうってところっていうのは軽減はできないですし、中で電気の集合体ができることによって抽出効率に影響している。水をかけることによってそれがなくなるから抽出効率が上がる、そこにも作用しないですよね。グラインダーの刃の中の話になってくるので、なのでアイオナイザー実際確かに静電気軽減になるんですけれども、今回話したことに関して言うと、そこを全て網羅したいのであればこの RDT のメソッド非常に有効的だというふうに思います。なので静電気軽減のアイオナイザーついているものでも RDT していただいてもそれ全く問題ないですし、中の静電気軽減にもなりますし、全体的なワークフローとしても成立はするので、静電気軽減の装置がついているから使ったらダメとかっていうものではないので、そこはご安心していただければというふうに思っています。はい、それではいろいろ最近のアメリカのオレゴン州の研究結果とかも踏まえて、改めて何のためにこのスプレーボトルがあるんだっていうことをご説明させていただきましたが、いかがでしょうか。でクラスでも必ずこの RDT、 特にそのエスプレッソ引きを BS3 でしてる時とかっていうのはしています。ワークフローの中に取り入れて、もう毎日もう何十杯も入れているんですけど、やっぱり RDT 一つ欠かせないワークフローの一つです。ぜひ
皆さんのそのコーヒーを入れられる時のワークフロー、その作業の中にこの RDT のメソッドを入れていただきたいというふうに思っています。はい、今回の動画いかがだったでしょうか。ぜひコメントありましたらコメント欄に動画いいなと思ったらいいねのボタンを押していただければ大変嬉しいです。それでは次回の動画までありがとうございました。